68W での急速充電、 5200mAh の大容量バッテリー、リアルタイムで文字起こししてようやくお気に入りリマインダー、めっちゃ便利、十分すぎるスペック。どうもこんにちは、まみよしです。前回7万円台で買える高コスパなモトローラ H60 Pro レビューしたんですけども、今回は驚きの軽さと AI 機能を搭載したモトローラ H60 を紹介していきます。前回は7万円台だったんですけども、今回のモデルに関しては MNP でスマトク適用なら11,047円で利用できる機種になっています。実際に普段使いはできるスペックなのか、どんな機能がついているのか、早速チェックしていきましょう。まずはこちらモトローラ H60 の主な特徴を紹介していきます。まずは手へのフィット感。こちらのモトローラ H60 に関しては約 6.7 インチの画面サイズということで、かなり画面サイズ大きいのに本体の重さが約 179g ということで、かなり軽くなっています。で、さらに大画面なのに横幅に関しては 6.3 インチ級のスマートフォンと同じぐらいの横幅、約 73mm になっているので、しっかりと画面の端まで指が届く本体になっています。で、さらに持ちやすさに起因しているのがこの4つの側面のラウンド加工クワッドカーブデザインを採用していることによって、握った時にしっかりと手にフィットするデザインになっています。そして縁ギリギリまで画面になっているので、没入感もかなり高くなっています。で、そして今回もカラーはパントーン監修で、このくすみ感もあっておしゃれなジブラルタルシーネイビーと、もう一つシャムロックグリーンの2色展開になっています。続いては大容量バッテリーと急速充電。結構スマホ選ぶ上で一番大事にしているのがバッテリーの持ちだと思うんですけども、こちら 5200mAh の大容量バッテリーを搭載しているので、1日外で使ったとしてもしっかり持つバッテリーの持ちになっています。そして充電時間に関しても短くなっていて、こちらはなんと 68W のターボパワーチャージという急速充電に対応しています。普通のスマホがだいたい 20W から 30W ぐらいなので、約2倍以上の速度でスマホのバッテリーを充電することができるのもかなり嬉しいポイントになっています。そしてこのモトローラのスマホならではの機能が元 AI。最近だとジェミニとかチャット GPT とかいろんな AI サービス出てきてるんですけども、やっぱりちょっと使い方がわからないとか、そういった方いると思うんですけども、こちら元 AI に関しては電源ボタンを2回押するだけですぐに AI を使い始めることができます。どんな機能があるのかは後ほど紹介していきます。で、あとは普通に使う分には十分なスペック、メディアテック Dimensity7400 というチップセットを搭載しています。メモリも 8GB あるし、ストレージも 128GB あるので、容量とかに困ったりするっていう人も少ないと思います。普通に LINE とかブラウジングとか、あとは決済サービスとか使う分には十分すぎる性能があります。ちなみにアンツツベンチマークのスコアは約94万点になっています。原神ぐらい重いゲームに関しては画質を下げれば遊べるかなっていう感じの性能になっています。そしたら本体詳細見ていきましょう。まず裏面はカメラが3つ。メインカメラは約5000万画素のソニー製のセンサー。そして約1000万画素の望遠カメラに約5000万画素の超広角カメラになります。こちらはマクロ撮影にも対応。こちらはフェリカにも対応しているので、クレジットカードのタッチ決済もできるし、Suicaなどの交通系 IC も対応しています。裏面にはモトローラのロゴ。で、右側面は音量の上げ下げボタンに電源ボタン。そしてマイク。左側面は何もなくて、上はドルビーアトモスのロゴにマイク。そして底面は SIM スロットにマイクロ SD スロットになります。マイクロ SD は最大 1TB まで対応してます。マイク、そして USB-C 端子にスピーカーになります。で、画面は約 6.7 インチになっていて、インカメは約5000万画素。あとここの上部にスピーカーがあります。で、そしてディスプレイに関しては有機 EL ディスプレイになっていて、120Hz 搭載。かなり滑らかに動作します。結構スペックよりもこのリフレッシュレートの方が意外と快適さとか目の疲れにくさに直結したりするので、そういった点も快適さ感じられると思います。ちなみにこの YouTube の動画に関しては60フレームまでになっているので、この 120Hz っていうのは実際に店舗とかで触って試してみるのがいいと思います。もうめちゃめちゃ滑らかです。ディスプレイの解像度は 2712×1220、解像度も高いです。そしてさらにこちら、なんと画面内指紋認証を搭載。反応もかなり良くなっているので、これもストレスフリーで使えると思います。もちろん顔認証も搭載しています。そして本体の Android バージョンに関しても Android 16ということで最新版の Android を搭載しています。で、あとスマートフォンで落として画面割ったりして壊しがちなんですけども、こちら見る規格に準拠した試験を通過していて、極端な気温だったり高湿度、そういった環境でもしっかりと使える耐久性の高いスマホになっています。で、あと付属でハードケースもついているので、目当てのケース買うまではこちらを使うとかもかなりいいと思います。もちろんこれを使い続けてもいいですね。特にこのカメラ部分が平坦になるので、置いた時にぐらつきにくいのもいいポイント。そして今回のモトローラ H60 の最大の特徴が時間を有効に使えるようにサポートしてくれる元 AI になります。この元 AI どんなことができるのか、便利な機能を順番に紹介していきます。
。まずはお気に入りリマインダー。こちらをタップして、まずはメモでも OK です。卵買う、保存。これでリマインダーを入れることができます。で、AI で学習データとして保存しています。で、他にもどんどん入れていきましょう。例えばこちらカメラも使えるので、カメラマークをタップして、物の写真を撮って、これ欲しい、保存。いろんな製品を試して、オーディオインターフェースこれが良かった、保存。こんな感じでどんどんお気に入りリマインダーにリマインドしていきます。そうすることによって、電源ボタンダブルクリックで元 AI を立ち上げて、下の質問や検索、こちらからあの時一番いいって言ってた製品なんだっけ？そうすると AI 考え中となって、以前に一番いいとお話ししたのは iRig HDX というオーディオインターフェースです。こんな感じで写真付きで出してくれると。で、これ iRig HDX って製品名も言ってないので、勝手に元 AI で解析して、こういった製品名を出してくれるっていう、これがね、かなり便利な機能です。でね、とにかく日々の気になったことはお気に入りリマインダーにどんどんと蓄えておく。そうした後に自分専用の箱から検索してくれるっていう、そういう便利な AI を使ったリマインダー機能があります。あとは、お気に入りのケーブルどれだっけ？お気に入りのケーブルは黒い巻き取り式充電ケーブルですね。さっき撮った写真とともに出てきます。で、普通のリマインダーとしては、今日なんかやることあったっけ？さっき入れた卵買うっていうリマインダーもしっかりと確認することができます。今は写真とかテキストでやったけど、もちろんカメラでメモとかを取っておいて、リマインダーにどんどん蓄えるっていうのもおすすめです。資料の文字とかもしっかりと解析することができます。続いては、おまとめも。こちらを使うことによって、録音した音声を AI が自動でリアルタイムで文字起こしして、さらに要約までしてくれます。録音を解消してしばらく喋ってみます。リアルタイムで文字起こししてくれます。で、録音が終わったらこんな感じで解析してくれて、こちらのボタンを押すことによって、今会話した文字起こしだったり、上にどんなことを話したのか、要約が出てきます。内容の要約もしっかり合ってるので、会議の要約とかにめちゃめちゃ役に立つと思います。他にも普段から録音しておいて、集合時間何時って言ってたっけとか、旅行の計画や大事な話も、これなら一発でまとめて表示してくれます。続いては、プレイリストスタジオ。こちらを使うことによって、気分や場面に合わせてパーソナライズされたプレイリストを素早く作成してくれます。こういう曲聴きたいんだけど、なんでジャンルなのかわからないとか、そういった時に便利な機能。元気で走りたくなるような曲、生成。そうするとこんな感じの10曲のプレイリストを作ってくれました。これであとは開くを押して聴けば、元気で走りたくなるような楽曲のプレイリストが再生できます。他にも朝眠すぎて起きたくないんだけど、頑張って起きれるようにする曲。こんな感じでプレイリストを作ってくれます。他にもジャンルで作ることもできる。日本で流行ってるロックな最新の曲、プレイリストを生成できました。音楽が好きな人にとっては結構便利な機能だと思います。続いてイメージスタジオ。こんな感じでイメージの画像を作れるんだけど、例えば会話してる中でこういう夢見たんだよね、みたいな話をしてたりするときに言葉だけじゃうまく伝えらんないけど、写真にするとうまく伝わるみたいな、そういったことができます。例えば、豚に羽が生えて空に飛んでった画像生成。これを見せながらこんな感じで豚が空に飛んでっちゃったんだよね、みたいな、そんな感じで使うことができます。まあ話の種とかに使うことができる機能です。人によっては便利に使いこなせると思います。ちなみに正方形だけじゃなくて縦長横長で生成することができます。もちろん元 AI だけじゃなくて電源ボタンを長押しすることによって Android ならではの Gemini を使うこともできます。引っ越しを検討してて電気代のプランをどれにしようか迷ってるんだけどおすすめある？こんな感じで元 AI だけじゃなくて Gemini を使うこともできます。続いてはこちらの三眼のカメラ画質の方をチェックしていきましょう。まずは写真から、これが超広角。超広角って画質が悪いものも多い中、これはかなり解像感もあって綺麗だと思います。続いて1倍。これは1倍ソニーのセンサー使ってるだけあってかなり綺麗ですね。で、2倍になるとクロップになるので、ちょっと画質は悪くなるかなって感じ。で、3倍に関しては、光学3倍なんだけど画素数が低いからか、メインカメラほどの画質ではないかなっていう感じ。ただ値段のことを考えると全然いいと思います。続いては鼻、超広角から、全体的に映ってる感じ。続いて1倍。これ1倍でも結構被写体によると背景ボケますね。続いて2倍。これで2倍だとね、画質の劣化とかも特に感じずにかなり綺麗だと思います。続いてこれが3倍。綺麗ですね。この H6T 使って思ったのが結構被写体によれるので、普段から近くで撮りたいっていう人に結構いいと思います。で、こちらがインカメ。で、インカメは2種類あって、ちょっと広角になるモードもありました。で、インカメも普通に綺麗ですね。続いては動画撮影。これが 4K60fps の1倍レンズ。4K60fps だと撮影しながらレンズの切り替えはできませんでした。で、4K30fps にすると画角の切り替えできるんだけど、2倍にしても3倍にしてもレンズの切り替えっていうのはなってなくて、デジタルズームになってました。なのでレンズ切り替える場合は1回撮影停止してから切り替える必要があります。で、これが超広角カメラ。超広角は手ブレ補正厳しいかな。これが3倍レンズで歩きながら撮ってる映像。手ブレ補正は効いてるけど、ちょっとブワブワしてる感じはあるかな。で、これが止まって撮った3倍。写真では3倍、ちょっと解像感低かったけど、動画だといい感じです。で、これがマクロで撮った花。めちゃめちゃ寄れます。で、写真ちょっと撮るの忘れちゃったんですけども、動画でもこんな感じで撮れるので、これ以上の画質になります。インカメは 4K30 コマまで。結構綺麗。で、歩いてみるとこんな感じ。マイクの音声とかいかがでしょうか？結構、画質いい気がする。
という感じで、まあ普通に綺麗なカメラっていう感じでした。そしたらスピーカー音質チェックしていきます。スピーカー音質に関してはそれなりっていう感じです。ということでいかがでしたでしょうか。モトローラ H6T。特に個人的には元 AI のお気に入りマインダーかなり気に入ってます。もうどんどん詰め込んで後から検索できるっていう未来的なリマインダー機能になっています。AI 機能も使えるし、カメラの画質もいいし、普段使いの性能も高いし、バッテリー持ちいい、充電も早い。かなりいい選択肢になるスマホだと思いました。この本体の詳細とキャンペーンに関しては概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、モトローラ H6T のレビューでした。バイバイ。